これでわかるイリア・レーピン。心理的洞察を持ち合わせた写実画で有名。また格差社会に疑問を持っていた画家でもあります。ボルガの船引きという絵をご覧ください。レーピンに大きな成功をもたらした最初の作品です。ボルガ川での船引きの仕事を描いています。革ベルトを巻き何十キロも船を運ぶ過酷な仕事。借金が返せないとボルガに行く羽目になるという言葉があるほど。レーピン自身裕福な家庭の生まれではなく、貧しい人々が置かれた状況に共感していたものの、実際にこの地を見に行き、ここまでかと驚いたようです。この絵に描かれた人物にはすべて実際のモデルが存在します。レーピンはここでみんなの話に耳を傾け、彼らそれぞれのことを知り、キャンバスに描きました。見てください。それぞれ個性的ですよね。1844年、ロシア帝国時代のチュグエフ、現代のウクライナに軍人の子として生まれる。地元のイコン画家に絵を習う。イコンというのはキリスト教における聖書の話を伝えるための絵です。サンクトペテルブルグでロシア帝国美術アカデミーに入学。1873年から1876年までイタリアとパリに留学。1878年に自由思想の巡回美術展協会に入会。この団体はアカデミックな形式主義と戦ったグループでした。日本ではよく移動派と呼ばれています。成熟期のレーピンは数多くの著名人の同胞を描いています。アンナ・カレーニナや戦争と平和を書いたトルストイ、元素周期表を作成した科学者メンデレーエフ、そして何といってもこれでしょう。音楽家ムソルグスキーの肖像画。死が間近に迫っていた時、入院先に駆けつけて描いた傑作。彼はウォッカ依存症だったらしく、この時は髪もボサボサで鼻が赤いですね。でも死が間近には見えないくらい活力を失わずに依然として偉大な作曲家の姿が描かれています。ムソルグスキーは肖像画が完成した数日後に亡くなりました。サンクトペテルブルグの真北にあるクオッカラに自宅を構えました。1917年のロシア革命とフィンランド独立によってクオッカラがフィンランド領に編入されますが、レーピンはそのままとどまりました。革命以前から民衆を描いていた労働絵画の英雄として持ち上げられ、ソ連政府はたびたびレーピンに帰国を要請したものの、レーピンは帰国を断り続けました。1930年、この世を去ります。イワン大帝と王子イワン。この何とも強烈な印象の絵ですが、何が起こったのかというと、左にいるのがツワーリであるイワン4世。ロシア皇帝のことをツワーリと呼びます。右にいるのが皇太子。イワン4世はとても気性の激しい性格で、気に入らないことがあるとよく自分の杖を振り回していました。その杖により、皇太子の妻のお腹の子が流産したという話があり、皇太子が父に抗議をしに部屋に行ったところ、またイワン4世は逆ギレをして杖を振り回してしまいます。そして大事な子供を自分の手で殺してしまう。我に返ったイワン4世は手で出血を抑えようとするも自分のしてしまったことに呆然とし、怯えきっている。そしてこの表情。絵の中に杖もありますね。実はレーピンはこの作品を通して1881年のアレクサンドル2世の暗殺事件に対する自由主義者たちへのやりすぎなまでの弾圧という悲劇的な出来事を対比させたと考えられています。事実を描くことは不可能だったため、歴史と現代の対比という形を思いついたんだとも言われています。つまりどういうことかというと、自分をたしなめた相手に罰を与え、将来を担う若い命を絶ってしまうということ。作品はアレクサンドル3世の反発を買い、この絵を展覧会に出品させないよう直接指示があったそうです。その後2度にわたって暴漢に傷つけられ、現在作品は修復中とのことです。お疲れ様でした。では最後にレーピンの他の作品も見てお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。